こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。皆さん、ソニックやってますか？ 1991 年に第1作目のソニック・ザ・ヘッジホッグが発売されたソニックは、今年で30周年。これまでに数多くの作品が世に送り出されてきました。これだけ長い間展開されてきたシリーズですから、当然その中には今でも神ゲーと呼ばれるヒット作から、あまり評価されなかった作品まで様々なものがあります。そこで今回は、3D ソニック作品の売上ランキングトップ10を調査してきましたので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。各作品の解説も簡単ですが用意しているので、楽しんでいただけたら嬉しいです。おお、それは面白そうだな。どれが1位か気になる。ぜひどの作品がランクインしているか、予想しながら見てみてください。またこのチャンネルでは、ソニックのソフトやキャラクター紹介、最新ゲームのレビューなどを扱っていますので、よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、早速スタートです。第10位は、ソニックライダーズ。売上は216万本です。今作は、エクストリームギアという架空の乗り物を使って、ソニックたちが競争するレーシングゲームです。このエクストリームギアは、エアを溜め込んで放出することで浮遊しながら移動するという、特殊な構造をしています。普通の移動はもちろんのこと、このエアを使ってさらに加速したり、ライバルを攻撃することもできるのですが、エアがなくなるとエクストリームギアが使えなくなって、キャラ自身が走って移動する羽目になります。当然かなりのタイムロスになるので、エアの管理は重要なポイントです。また今作はレーシングゲームなので当然複数人でのプレイもできるのですが、ストーリーも面白いため一人でも楽しむことができます。今作でソニックたちは、バビロン盗賊団と名乗る人物たちに出会い、彼らが操るエクストリームギアのスピードの前になんとソニックが負けてしまいます。その後エッグマンがエクストリームギアの世界大会を開催し、出場チームの中にバビロン盗賊団の名前を見つけたソニックは、エクストリームギアの世界でも最速を証明するために、この世界大会への出場を決意することになります。レースでソニックが負けるのなかなか衝撃的だな。そのソニックを負かした、ジェット、ウェーブ、ストームからなるバビロン盗賊団は今作で初登場したキャラなのですが、3人ともそれぞれ個性があり、さらにデザインも素晴らしいとても魅力的なキャラクターたちです。レースゲームだけで収まるキャラクターじゃないと思うので、どこかのタイミングで本編にも出てきてほしいですね。第9位は、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。売上は252万本です。今作はソニックシリーズの人気キャラクター、シャドウを主人公にしたスピンオフ作品です。過去の記憶を失い、自分が何者なのかを模索していたシャドウが、自分の出生を知る宇宙からの侵略者、ブラックアームズと出会うことで物語が始まります。自分はソニックたちと同じ正義の存在なのか、それともブラックアームズと同様悪の存在か。そのような葛藤を抱きながら、シャドウが自分自身の謎に迫っていく物語です。その物語の通り、今作では遊び方によってシナリオが分岐するマルチエンディングシステムが採用されています。各ステージには、ヒーロー、ノーマル、ダークの3つのミッションが用意されていて、どのミッションをクリアするかによってシナリオが分岐していくという仕組みです。ノーマルミッションは基本的にゴールを目指すというものですが、ヒーローとダークは敵を一定数倒す、特定のアイテムを入手するといった特殊な条件をクリアする必要があるため、従来のソニックとは一風変わった遊び方ができる作品です。ちょっと前からマルチエンディングのゲーム流行ってるけど、ソニックにもあったんだな。スピンオフ作品だったので、色々なことに挑戦できたのかもしれませんね。なお今作のエンディングは10個で、その全てを見るとラストシナリオ、いわゆる真のエンディングが解放されます。おのずと周回プレイになってくるのでなかなか根気がいりますが、シリーズ屈指の人気を誇るシャドウの謎が明らかになるので、頑張る価値は大いにあります。第8位は、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。売上は270万本です。今作は、水の都、ソレアナ公国という小さな国を舞台に、この国の公女エリスをエッグマンから守ろうとするソニック。そのソニックの命を狙う謎のハリネズミ、シルバー。ソレアナ公国の秘密に迫ろうとする、シャドウの3人の物語が描かれます。その物語は過去、現在、未来を巻き込んだ壮大なものになっており、シリーズ屈指の名ストーリーです。また登場キャラクターが非常に多い作品でもあり、メインのプレイヤーキャラはソニック、シルバー、シャドウの3人ですが、一部のパートでは他のキャラクターも操作することができ、それらも含めると操作キャラはなんと9人。今作でしか操作できないキャラもいるので、キャラクター好きにも嬉しい作品です。しかしその一方で、長すぎるロードや頻発する処理落ちなど、ゲームシステム面で数多くの不具合を抱えた作品でもあり、それらの影響で酷評されてしまうことも多いです。いい要素いっぱいあるのにもったいないな。今のゲームシステムでこの作品が作られていたら、間違いなく神ゲーになったでしょうね。
このように評価されないことも多い今作ですが、やはりそのストーリーや登場キャラクターの多さは素晴らしい要素なので、根強いファンも多いです。第7位は、ソニックと秘密のリング。売上は300万本です。今作はソニックシリーズのスピンオフ作品、ストーリーブックシリーズの第1弾。アラビアンナイトの世界を舞台に、物語を消そうとする悪しき魔人、イレイザー人とソニックとの激闘が描かれます。今作は、Wii の特性を生かした独自の操作性が搭載された作品です。ソニックは自動で前へと進んでいくので、プレイヤーは Wii リモコンを左右に傾けたり振ったりすることでソニックを操作し、ステージを攻略していきます。各ステージには、普通にゴールにたどり着く、敵を一定数倒す、一度もミスせずにゴールするなどのミッションが設定されており、このミッションを達成すればステージクリアです。従来のソニックシリーズではこのようなミッションはやり込み要素で登場することが多いですが、今作ではメインストーリーから様々なミッションに挑戦することになります。加えて Wii リモコンを使った直感的な操作なので、かなりテクニックが要求されるゲームです。しかしこの独特な操作性は初めこそ戸惑いますが、慣れてくるとだんだんとその奥深さの虜になっていきます。直感的だからこそ自分の成長を強く感じるのかもな。スムーズにステージを走れた時はたまらない気持ちになります。また今作はムービーが本のようになっており、本の中という世界観を見事に描写しています。ストーリー自体も、シンプルではありますが起承転結のしっかりした物語になっているので、今作はその難易度や独特な操作性にもかかわらず人気のある作品になっています。第6位は、ソニックカラーズ。売上は330万本です。今作では、エッグマンがこれまでのお詫びにと作った宇宙遊園地、エッグプラネットパークを舞台に、ソニックがパーク内で出会った宇宙人、ウィスプたちと共に冒険を繰り広げます。今作の特徴は、ウィスプたちの力を借りて発動する、カラーパワー。ソニックが超高速でステージを駆け回るブーストをはじめ、地面に潜ったり、宙に浮いたり、壁に張り付いたりと、これまでの作品にはなかった様々なアクションを使うことができます。またステージが短めで落ちる場所も少ないなどシリーズの中では難易度が低めなので、ソニックを初めて遊ぶ人には特におすすめの作品です。さらに今作は遊園地が舞台ということもあって、ステージのデザインや BGM が基本的に賑やかなので、遊んでいてとても楽しい作品です。一方でストーリーは軽めで合ってないようなものなのですが、それを上回るレベルで遊んでいて楽しい作品なので、シリーズ中でもかなり人気のある作品です。ストーリーがなくてもステージの面白さだけで勝負できるの、ソニックの大きな強みだよな。そういや最近これのリマスター版が発売されたよな。その通りです。2021年9月9日に、今作のリマスター版であるソニックカラーズアルティメットが発売されました。オリジナル版は売上6位でしたが、リマスター版がどこまでいくかも要チェックですね。第5位は、ソニックアドベンチャー2。売上は397万本です。今作ではソニック、テイルス、ナックルズで構成されるヒーローサイドと、シャドウ、エッグマン、ルージュからなるダークサイドの2つの視点で物語が進んでいきます。50年前にとあるスペースコロニーで展開されていた、プロジェクトシャドウという計画を中心としたストーリーは非常に完成度が高く、第8位のソニック・ザ・ヘッジホッグと並んでシリーズ最高レベルのシナリオになっています。また今作では、ソニックとシャドウパートがスピードアクションゲーム、テイルスとエッグマンパートがシューティングゲーム、ナックルズとルージュパートが宝探しゲームになっており、一つの作品で色々なゲームが楽しめるようになっているほか、リブ&ラーンやエスケープフロムザシティといったシリーズ屈指の名曲たちも登場しています。このように今作はストーリー、ゲーム性、BGM が高いレベルでバランスよく実装されているため、発売から20年経った今でもとても人気のある作品です。確かにこのゲームの悪い評判あんまり聞かないな。逆にストーリー好きって人がいたり音楽好きって人がいたり、いろんな方面からファンを獲得できた作品なんだな。ちなみにソニックシリーズの人気キャラクターであるシャドウとルージュも、今作で初登場しました。特にシャドウは今作限定のキャラクターになる予定でしたが、あまりの人気の高さに急遽後作にも登場することになり、以降ソニックシリーズのレギュラーキャラとして定着するようになりました。第4位は、ソニックジェネレーションズ。売上は415万本です。今作は、ソニック20周年記念作品です。そのため 3D ソニックと 2D ソニックが共演したり、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグからソニック・カラーズまでの人気ステージがリメイクされて登場したり、過去作のボスが再登場しているなど、ソニックシリーズのお祭りのような作品になっています。特にステージのリメイクは素晴らしい再現度で、過去作を遊んだことがあれば思わずこれは、と思ってしまう仕掛けが盛りだくさんです。
どのステージももともと人気ステージであることに加え、全ステージに 2D 版と 3D 版の2種類が用意されているので、遊んでいて本当に楽しい作品です。特に過去作をプレイすればするほど楽しめるので、ソニックシリーズを何作品かやった後に遊ぶことをお勧めします。一方でストーリーは、時空を操る怪物、タイムイーターに飲み込まれた仲間たちと世界を取り戻すため、二人のソニックが冒険するというものですが、第6位のソニックカラーズ同様かなり軽めで、合ってないようなものです。そのためメインストーリーはすぐに終わってしまうのですが、その代わりにやり込み要素が豊富です。しかも進めれば進めるほど過去作の BGM やアート作品がコレクションされていくので、これまたソニックファンにはたまりません。ファンが喜ぶ要素をこれでもかってくらい詰め込んだゲームだな。そうなんです。なので繰り返しになりますが、興味のある方はぜひ他の作品をやってソニックのファンになってから遊んでほしいですね。その方が絶対楽しいので。第3位は、ソニックアドベンチャー。売上は431万本です。本編作品の中では初めてゲームシステムが 3D になったほか、キャラクターの頭身が上がってボイスが追加されたり、BGM がロック調になったのもこの作品からで、現在の 3D ソニックの礎となった作品と言えます。そしてその物語は、カオスエメラルドの力を吸収して進化する謎の生命体、カオスと、その力を利用して世界征服を目論むエッグマンを倒すためにソニックたちが冒険するというものですが、そこにナックルズの祖先、古代ナックルズ族の集落で起こったある悲劇が関わってきます。時間を超えてこの古代ナックルズ族の集落に迷い込む場面は今作の中でも特に印象的で、物語にぐっと引き込まれる演出です。このようなシリアスなストーリーは従来のソニックにはなかったため非常に人気を博し、その後2006年発売のソニック・ザ・ヘッジホップまでこの傾向が受け継がれていくことになります。今でこそ重めなストーリーあるのも普通だけど、それもここから始まったんだな。ソニックの新たな時代を作った作品とも言えるでしょうね。また今作は非常にボリュームがあることも特徴で、プレイヤーキャラクターは全部で6人。それぞれステージのクリア条件も違うため、バリエーションに富んだプレイが楽しめます。他にもキャラクターを自由に動かして街の人と話せるアドベンチャーフィールドや、ミニゲームのチャオガーデン。ステージのやり込み要素も豊富なので、全てを網羅しようとするとかなりの時間遊ぶことができます。現時点では最新ハードに移植されていませんが、何度でも売れる作品だと思うので、また移植版を出すかは欲張りメイクしてほしいところです。第2位は、ソニックワールドアドベンチャー。売上は490万本です。今作では、ソニックたちの住む惑星に眠っていたエネルギー生命体、ダークガイアを復活させて、エッグマンランドの建設を目論むエッグマンと、それを阻止しようとするソニックとの激闘が描かれています。ソニックアドベンチャーシリーズの最新作という位置づけで制作されましたが、過去のソニアドシリーズのような重厚なシナリオや、数多くの登場キャラクターは今作では鳴りを潜めています。その代わり、後にシリーズ恒例のアクションとなるソニックブーストが今作で初登場しました。これまでのソニックとは一線を画したスピードを出すことができるこのアクションは今でも大人気ですが、そのデビュー作となった今作のステージは、このソニックブーストでいかに気持ちよく走れるかという観点で作られているため、とにかく爽快感が半端じゃないです。アシストが少ないため難易度も高めですが、その分うまく走れた時の快感は他に変えられないものがあります。今作ではソニックのスピードが進化したんだな。こんなスピードで進むアクションゲームは他にない。ソニックの代名詞であるスピードが進化したと考えると、ある意味一番の正当進化と言えるかもしれませんね。一方今作には昼と夜が存在し、夜になるとソニックが狼のような姿、ソニック・ザ・ウェアホップに変身します。この姿のソニックはスピードを失った代わりに腕力が上がっており、パワーを生かした様々なアクションでステージを攻略していきます。昼のスピードアクションとは全然違うゲーム性ですが、例えば敵との戦闘は無双シリーズのような爽快感があって面白いです。昼のスピードアクションパートに比べるとこちらは賛否両論ありますが、個人的には楽しかった思い出があります。ウェアホップは今作のみの登場ですが、この作品以降ソニックのスピード感は間違いなく新たなフェーズに入ったので、新しい時代を作ったという点では今作もソニアドシリーズの役割をしっかり果たしたと言えるでしょう。栄えある第1位は、ソニックヒーローズ。売上は566万本です。今作は、ソニックのキャラクターたちが3人1組のチームを組んでステージを攻略する、チームアクションが大きな魅力のゲームです。チームは全部で4チームあり、操作性やステージは基本的に同じですが、ストーリーはチームごとに異なります。しかし今作はストーリーを楽しむというよりは、個性あふれるキャラクターたちの掛け合いを楽しむキャラゲーとしての側面が強いです。ムービー中はもちろん、ステージ中でもキャラクターたちが会話をするので、色々なキャラの性格や特徴を知ることができます。みんなかっこいいし可愛いのでもう最高です。
このゲームが1位か、確かに面白いゲームだけど、正直ちょっと意外だな。ソニックアドベンチャーあたりかと思ってたぜ。売上の内訳から推測するに、プレステ2で発売したのが大きかったと思われます。当時のプレステ2は他のゲーム機を寄せ付けない圧倒的な売り上げを誇っていましたから、そんなプレステ2で発売できたのはかなり大きかったと思います。加えて今作が発売した2003年といえば、ソニックのテレビアニメ、ソニック X が放送されていた時期でもあります。ソニックのアニメあったな、ちょうどこの時期か。アニメが2003年の4月から始まり、ソニックヒーローズの発売が同年12月なので、アニメから入った人たちもかなり売り上げに貢献したのではないでしょうか。大ヒットゲーム機で発売かつ、ソニックが盛り上がってた時期に発売できたのも大きかったのか。ゲームの売り上げっていろんな要素が関わってくるんだな。このようにまとめてみてみると、色々な発見があって面白いですよね。以上、3D ソニック売上トップ10でした。皆さんの予想は当たったでしょうか？全然当たらなかったぜ。ランクインした作品はどれもとても面白い作品なので、各作品の思い出や私が伝えきれなかった魅力などをどしどしコメントしていただけると嬉しいです。もちろん、トップ10には入らなかったけどこの作品大好きだ、というコメントも大歓迎です。それと動画が気に入ってくれたら、チャンネル登録と高評価もしてくれると嬉しいぜ。これからもいろんな人にソニックの魅力が伝わるよう頑張りますので、ぜひお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。